はい、どうも、ゆうすけです。今回の内容は、ちょっと難しい話です。日本語も難しいかもしれないけど、どちらかというと内容が難しい話となってます。今回の話は、私が実際に見た日本人と外国人が殴り合いの喧嘩をしてる、そういうのを見た話になります。で、私がそれを止めたんですね。止めたっていうよりかは、英語が話せるから、通訳するように頼まれて場を収めたんですけど、そういうのがあって結構考えさせられたんですね。で、最初に言っておきたいんですけど、別にこの外国の方を差別するわけでもないし、どちらかというと今回はどちらにも非があるのかな。難しいんですよ、本当に。一旦話を聞いてほしいと思います。まず説明します。まず、ある日の夜に4人でバーに行ったんですけど、その時に、フィリピンの3人組の方がいて、で、その人たちもお酒を飲んでました。で、日本のバーって、居酒屋とバーって違うんですよ。居酒屋っていうのは、だいたい夜の12時とか1時とかまで空いてる。で、バーは朝の5時半とかまで空いてるのがあるんですね。で、それで朝の3時ぐらいにフィリピン人の人が入店して、それでビリヤードができるんですね。そのバーのところでビリヤードができるんですけど、ビリヤードをフィリピンの方がしてて、で、その時、こっちを見てきたんですよ。なんか、ニコニコしながら見つめてきて、で、俺が見つめ返したんですよ。こんな感じで。優しい感じで多分やったら、相手の人は、こっちおいで、みたいな感じで、で、そこで仲良くなって一緒にビリヤードしました。この後に問題は起きるんですけど、一旦説明させてほしいのが、3人いたんですよ。で、1人が金髪の人で、この人は、あんまり関係ないです。この人はずっとビリヤードしてて、で、1人がめっちゃ酔っ払ってる日本語と英語があんまり得意じゃない人でした。で、結局この人が喧嘩するんですね。日本人と。で、あと一人の方は英語が喋れる感じの人でした。はい。で、一旦説明を置いといて、で、本当に仲良くね、一緒に遊んで楽しかったんですけど、友達をずっと無視しちゃいけないから戻るじゃないですか、席に。そしたら、めっちゃ大きい音が鳴ったんですよ。バンバンバンって足音が鳴ったんですけど、めちゃくちゃ殴り合いの喧嘩をしてたんですよ。で、周りの人が、わかりますか？もう、肩を押さえる感じ、こうやって後ろから押さえて、喧嘩してる二人をみんなが止めたんですよ。日本人みんなで。で、呼ばれたわけですよ。そこのお兄さん、さっき英語話してましたよねって言われて。で、それで、英語をして、いろいろ聞いたんですよ。その英語を喋れるフィリピンの人に、何が起こってるのって。この人は喧嘩をしてなくて、喧嘩をしているのは、英語も日本語もあんまり得意じゃない人ですね。で、その英語を話せる人に聞いたら、この人と腕相撲をしてたらしいんですよ。腕相撲。で、腕相撲で勝ったらしいんですよね。フィリピンの人が。そしたら、負けた日本人が、その人店員さんなんですけど、その店員が、怒ったっていうか悔しかったのかわからないけど、他のフィリピンの人に当たったらしいんですよ。で、そうすると、他のフィリピンの人は、なんやこいつってなって、そしたらその日本人の人もまたヒートアップして、なんやお前みたいな感じになって、熱くなって喧嘩になる感じが起きて、で、私がその時に、その場所に行って聞いたのは、日本人の人が、おい来いよお前、外に行こうぜ、やり合おうぜ、みたいなこと言ってたので、多分外で喧嘩しようぜ、みたいなことを言ってました。でも、言われたフィリピンの人は、あんまり日本語がわからないんですよ。でも、来い来いって言われてるのわかったらしいです。だから、煽られてるのはわかってたみたいですね。で、それでめちゃくちゃ熱くなってて、で、その時、もうみんなお酒めっちゃ飲んでるんですよ。
私がもう見てわかります。めっちゃ飲んでるなって。で、私は、最近まで入院してたから、あんまり、お酒を飲めなかったんですよ。体に悪いので。腸の病気で入院してたので。だからお酒を全然飲んでなくて、全然酔っ払ってなかったから大丈夫だったんですけど、めちゃくちゃ酔っ払ってる二人が喧嘩してました。で、その後私が、店員さんにこうしてほしいって言われて、そのフィリピンの人に、ごめんなさい、お店を出てもらうことになりますって言って、お金を支払ってお店の外に出てくださいって言って、でも、結構言語とかの壁があって難しいことはあると思いますけど、日本に来てくれたから頑張ってほしいですって私が言ったんですよ。俺は、結構俺の目線だと、日本の人が煽ってたので、めっちゃ酔っ払ってたので、めちゃくちゃ煽ってたから、だから一概にも、そのフィリピンの人が悪いわけじゃないんですよね。はい。どっちが悪いかも正直あんま分かんないんですけど、ちゃんと現場にいなかったので、見てないので、自分の目で。そう、話聞く感じと自分の見た感じは、お互い様やなっては思うんですけど。だからそんな感じで伝えたんですよ。そしたらめちゃくちゃそのフィリピンの人に感謝されて、本当に君がいてくれてよかったって言ってくれて、その時は嬉しかったし、本当に英語勉強してきてよかったなって思いました。英語を使って人を助けれたっていうのは自分の中でいい経験でした。でもそれをさておいて、私が考えたことは、思ったことは、フィリピンの3人組に出てもらった後に、日本の店員さんたちが喋ってるんですよ。で、みんな酔っ払ってるし、イラついてるから、結構言うんですね。もうマジでイライラするとか、言語が通じないのがムカつくって言ってました。これがムカつくっていうのは相手にムカつくのか、その言語を話せない自分にイライラしてるのかはわからないです。で、正直私は英語喋れたから、その事情を聞いてわかるんですよ。判断できるんですよ。そのフィリピンの人がめちゃくちゃ悪いことをしたとは全く思ってないんですけど、その周りに座ってた日本人もみんな見てたから、で、店員さんがそういうことを言うじゃないですか。で、店員さんめちゃくちゃでかい声で喋るから、それを聞いた日本人は、フィリピンの人が悪いかもなーって思いそうだなって思いました。遠くから聞きながら。そう。実際最近そういう迷惑な一部の外国の人の問題が日本で多発してるわけだし、で、実際に私の友達の中でもあんまりそういう迷惑的な行為をされることによく思ってない人がいます。だからそういうのも相まってそう思っちゃうのかなと思いました。This is a quick ad. Don't have anyone to practice Japanese with? We've got the perfect lessons for you. From beginner textbook lesson to real speaking practice, we create a custom lesson that fits your level. What kind of lesson would you like? Tell us in your trial lesson. Book from the description. で、私が言いたいことなんですけど、難しい問題なんですよ。その結論とかなくて、ただやっぱり言語は話せるようになって日本に来た方がいいなっても思ったし、日本人も英語が話せたらいいなって思いました。やっぱり言語の壁がなかったら別にお店を出ることもなかったかもしれないし、喧嘩がここまで大きくなることもなかったと思います。やっぱり文化の違いって絶対あると思うんですね。その日本に来て、例えばそれが当たり前だと思ってて何かやっちゃった。そしたら日本ではダメだったってことはあるかもしれないです。私もそういう可能性があると思います。海外に行って何か悪いことをしてしまう。自分の当たり前が実は海外ではダメだったとか、ある可能性がありますね。でも別にみんな間違いはしてしまう可能性はあるので、ただその間違えた時にそれはダメだよって言われて理解してそこで終わればいいなって思いましたね。なんでかっていうと、ビリヤードをしている時にビール飲んでたんですね。そのフィリピンの最終的に喧嘩した人がビールをずっと飲んでて、で、ビールのグラスをビリヤード台の上に置くんですよ。私はその時に、多分その人ビリヤード上手かったから、その人が自分の国でビリヤードしている時に、多分もう無意識でビールをビリヤード台の上に
置いてたんだろうなって思ったんですよ。だから私が伝えたんですよ。英語でそこに置いちゃダメだよって。こぼれたら危ないからねって言ったんですけど、ずっと置くんですよ。それを言った後も。その後に気づいたんですね。あ、この人英語喋れないんだと思って。あとはめちゃくちゃ酔っ払ってたのもあったので。なので、その後に、英語を喋れるフィリピンの人に言いました。それで、彼は理解してくれたんですけど、もし彼一人で来てたら、そういう伝わらないことがたくさんあるじゃないですか。その人の中で当たり前でも日本ではダメなことがあるので、なので難しいなっては思うんですけど、ただ言葉は絶対喋れた方がいいかなとは思いましたね。やっぱり言語の壁はあるなって思いました。でも、日本人が英語を喋るのも難しいんですよ、正直。私も今までたくさん勉強してきて、やっとネイティブの人と会話ができるようになった。でも本当時間がかかって大変だったので、日本人が英語を話せないのもダメじゃないんですけど、望ましくはないじゃないですか。英語圏の人が旅行するのにはあんまり適してない。でも最近、英語圏の人が日本人の人とコミュニケーションを取れるように、いろんな工夫がされてるじゃないですか。例えば、駅にすぐ翻訳してくれるモニターみたいなのがあったりするし、そういうので改善はしているので、そういう取り組みを今後も頑張って普及すればいいなって思います。今回思ったことは、やっぱり言語の壁って本当に難しいので、できるだけやっぱこの言語の壁を越えれるか大事だなって思いました。どうしてもやっぱり意識すればしていけないことをしないようにはできると思うんですよ。だけど、やっぱりもう文化って今まであなたが生きてきて培ってきたものじゃないですか。私は海外にもいたけど、ほぼ20年日本に住んできて、で日本の中の当たり前を自分が今持ってるわけだから、もしかしたら自分もそういう他の国でしてはいけないことをしてしまう可能性もあるなっていうのを改めて思いましたね。日本の言葉で郷に入っては郷に従いっていう言葉があるんですけど、その場所に行ったらその場所のルールに従う。そういう気持ちを持って改めて海外とかに行くべきだなっていうふうに思いました。はい。今回の動画はここまでになります。実際に私がその場にいて、で、起きた話ですね。なので、私はこういうふうに考えました。皆さんも自分がどういうふうに考えたか、コメントしてくれたら嬉しいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。